敵軍が集結している。はい、どうも袁紹と袁術の両軍が関東に兵を集中させているようなのです。兵力は単純に倍になりますけど、指揮系統が整っていないとただ人が増えるだけになりますね。うまく連携が取れなかった場合、互いの足を引っ張り合ってむしろ味方に不利になることの方が多いわ。東卓連合や黄巾の時を覚えているでしょ。けれど二面作戦を取らなくていい分、少しだけ楽になったわね。分かってない顔だね、キー。どういう意味ですか、春蘭様。二面作戦を取らなくてよくなった分、こちらにとっては楽になったということだ。どう楽になったの？それは、おい本郷、そのあたりについてちょっと説明してやれ。お前がだ。ああ、そういうことなんだ。仲が悪いってキーと張飛さんみたいにですか？あんなちびっことルルを一緒にしないでよ。でも兄ちゃんの説明すっごくわかりやすかった。お前。本郷ごときにバカにされるとは。春蘭も少しは和人を見習いなさい。はい。ともかく兵を集結させて戦えるというなら、こちらに負ける要素は何もないわ。ただ警戒すべきは袁術の客商の孫作の一党かと。そういうことね。だから袁術の主力には春蘭、あなたに当たってもらうわ。第二陣の全権を任せるから、孫作が出てきたらあなたの判断で行動なさい。キー、ルルは春蘭の補佐に回って。よい。はい、わかりました。袁紹に相対する第一陣はシアが務めなさい。補佐で欲しい子はいる？それならナギたち3人がええな。カズト、貸してくれへん？構わないわ。ならカズトはシュウランと一緒に本陣に詰めなさい。そうだ、シアたちにはこちらの秘密兵器の講義を受けてもらうわよ。魔王が一緒だからちょうどいいわ。なんや、どんな兵器なん？秘密兵器は秘密兵器よ。それ以上はまだ教えられないわ。あんまり面倒なんは勘弁してほしいんやけどな。そう言わないで。その秘密兵器の運用と護衛を第一陣に任せましょう。敵部隊には第二陣の春蘭が当たりなさい。なんでやねん。すまんなしや。カリン様の命令ではどうしようもない。うわー、貧乏くじ引いた。袁
術は作戦立案には顔を出さないはずだから、相手の指揮はおそらく袁紹が中心になるでしょう。ケイファは袁紹の考え方を予測して基本戦略を立てなさい。ギュイ。リンとフーはケイファを補佐し、予測が外れた時の対処が即座にできるように戦術を詰めること。わかったのです。了解です。他の皆も戦の準備を整えなさい。相手はどうしようもないバカだけれど、河北四州を治める燕一族よ。負ける相手ではないけれど、油断して勝てる相手でもないわ。これより我らは大陸の全てを手に入れる。皆その初めの一歩を勝利で飾りなさい。いいわね。なんや。秘密兵器は秘密兵器や。それ以上はまだ内緒やで。つうかどうせ言うてもわからんやろ。魔王、そろそろカントよ。例のあれの準備を始めてちょうだい。おいよ。じゃあちゃっちゃと組み立ててまうわ。まあなあ、設計図見直したら完成したら門をくぐれへん大きさやったしな。それじゃ隊長もしっかり生き残りよ。うわ、なんすかレイハ様、このお立ち台。素晴らしいでしょ。これだけ大きな櫓があれば、私の意向もより遠くまで届くのですわ。どこにこんな資材があったんですか？違うよ、文ちゃん。これ本当は上に弓兵を登らせるために作ったの。弓兵？ああ、なるほどな。矢を射るんなら高いところからの方が有利だもんな。そういうことですわ。本音は？こましゃくれたくるくる小娘を上から見下ろしてやるんですわ。そんなことだろうと思った。何かおっしゃいまして？小声だとここからじゃ聞こえませんの。特に何も言ってません。それよりレイハ様、そこからソウソウさんたちの様子見えませんか？しっかりはっきり見えますわよ。うちやみゆさんのところに比べて多くありませんわね。この人数なら肩も同然ですわ。じゃあ何人くらいいそうですか？あと陣形はどんな感じですか？たくさんですわ。なんだかバーッと並んでますわよ。トシ、悪いことは言わないからその辺の兵士を登らせな。そうするよ。はあ。
あの櫓は厄介ね。あそこから陣形を読まれたり矢を追いかけられたりしてはたまらないわ。大丈夫です。この時のための秘密兵器ですから。魔王、用意はできているわね。完璧や。任しとき。カリン様、炎章が出てきました。あの櫓も一緒です。動くの？あの櫓は。まあいいわ。行ってくるから準備をしておきなさい。いつでも攻められるようにしておいて。きょい。なんか腹が立つわね。すでに勝ったも同然ですわ。カリンさん、高いところから失礼いたしますわよ。笑うだけしか脳がないのかしら。随分と毛並みも悪くなっているようだし、もう年ではなくて？なんですって？誰が目尻に小じわの目立ってきたおばはんですって？さすがにそこまでは言っていないわよ。黙らっしゃい。たかが宦官の孫の分際で生意気ですわよ。その宦官の孫の千ちょっとの手勢にこないだいいようにされていたのはどこのどなたかしら。気づいていなかったの？それは失礼。名門円家の一族の目は家柄と仮名しか見えない節穴だったのを忘れていたわ。いいですわ。ここであなたを叩き潰して、この櫓の上からそのくるくる髪を吊るしてあげますわ。もうくるくるには戻らないでしょうね。残念。その前にあなたを打ち倒して河北刺繍と炎術の領土丸ごといただくことにするわ。だからそんな光景が見られるのはあなたの歪んだ妄想の中だけになるでしょうね。本性を表しましたわね、性悪小娘さん。でも残念ながらこの大陸に歯を唱えるのはこの私、本性ですわ。本性を表したのはどちらだか。まあいいわ。さっさと難否を明け渡しなさいな。その言葉そっくりお返ししますわ。イーシュさん、トシさん、櫓を用意。弓兵に一斉射撃をお命じなさい。あら残念。撃ち方ならこちらの方が。少し早かったようね。おー、さすがうちの最高傑作や。よう飛ぶな。魔王、投石機の示弾装填終わったぞ。よっしゃ。さあ、照準はどなんや。距離よし、方向よし、目標次の櫓に合ってるの。ほんならもう一丁撃てー。命中や。これで半分くらい潰せたな。あと半分気合い入れていき。ちょっと姉さんも手伝うてえな。この石結構重いねんて。
うち橋より重いもの持ったことあらへんもん。当たったかどうかは見たるからな。ほらナギを見てみ。黙々と働いてええ子やな。後でアメちゃん買うたるさかいな。できればご飯の方が。魔王ちゃん、この石重いの。わあったから、ほらせーのでいくで。いらっしゃ。次は照準合わせい。向こうの一番奥の櫓、あれにするで。照準合わせたの。なら撃て。ちょっとうちのセリフ。残念。自慢の櫓は役立たずのようね。あんなの卑怯ですわ。あんな遠くからでっかい岩を飛ばすなんてどんな妖術を使ったんですの？そんなものは使っていないわ。ただあなたたちのところよりも少しだけ賢い子がいただけのことよ。ならこの決着は正面からつけさせていただきますわ。はいはい。ほらそう言っている間に櫓は全て使えなくなってしまったわよ。後で泣かしてあげますから覚えてらっしゃい。それが自分にならないようにね。お疲れ様でした、カリン様。ケイファ、後で魔王には褒美を与えておくように。あの透析機は大したものだわ。承知いたしました。みんなこれからが本番よ。向こうの数は圧倒的けれど、向こうは連携も取れない黄金と同じ烏合の衆よ。血と涙に彩られたあの長錬を思い出しなさい。あの団結、あの連携をもってすれば、この程度の相手に負ける理由などありはしない。それが体現相互でないことはこの私が保証してあげましょう。総員突撃。